こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、タミヤの12分の1ローラ T70 M3 T70 M3 ですね、こちらの制作やっていこうと思います。制作始めていこうと思います。はい。で、開放の時にも言ったんですけども、ちょっとタミヤといえども結構古いキットっていうこともあって、いろいろありそうなので、ちょっとね、一旦仮組みをしっかりやって、ちゃんと確認してから作業やっていこうと思いますので、今回はですね、仮組みですね。仮組みの作業をやっていこうと思います。はい。というわけで、どんな感じで、僕めったにね、仮組みしないので、仮組みの動画ってほとんど上げないんですけども、どんな感じで仮組みやってるかっていうのを見ていただこうと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたらですね、早速、ボディの主要なパーツを一旦切り出しました。切り出してちょっとだけ調整しました。はい。で、こんな感じになってて、基本このフレーム、メインのフレームって言っていいのかな、バスタブ。このパーツに、こうパーツをね、こう周りからつけていくっていう形になります。で、これが左右の燃料タンクですよね。でやっぱりね、こういくらタミヤといえども、年代物のキットっていうこともあって、結構ね、合とか、あとバリ引けっていうのはかなりあるので、その辺はね、全部一個一個修正しつつ、調整して組んでいくっていう必要があるかなと思います。こんな感じで左右のタンクがついて、だから今回はね、しっかり仮組みをして調整するとこ調整してからじゃないと、おそらく後でパーツが組めないっていうことになると思うんで、この辺ねちゃんとやっていきます。で、このバルクヘッドのパーツですねがここにつくんですけど、まずここもね若干隙間ができるんですよね。ここに隙間ができるのが、こっちを引っ張ればいいのかな。こっちもね、でもここは面になってないが、反ってんのか、これが。この辺をちゃんと位置を合わせてあげて、こいつが反ってますね。こいつが反ってるというか、内側にこうたわんでしまってるから、それで位置が決まらないのもあるのかな。こういう感じで、前側に、このフロントガラスの枠のパーツがここに来て、でここもねちょっとパーツがねじれてるっぽくて、ちょっと位置が合わないので、こうバリがある。こういうバリがね結構あちこちにあるんで、それの影響でねパーツ同士がつかないっていうのが結構あるので、バリは見つけ次第やっつける。言うてもタミヤなんでね、そんなに餃子の皮みたいなバリがあるわけではないので、軽く削ってあげればなんとかなるレベルですね。
こういうのをねちまちまやっていく必要があるんですよ、古いキットは。でこう合わせてあげるとね、ちょっとここのラインがね合わない、こう見てわかるかな、少しこっちが浮いてるんですよね、こっちを合わせてあげると。なんで多分全体的に少しねじれてるんだと思うんですよね。だからこの辺とかもおいおい修正をしてあげる。でこっちも前側を合わすと後ろ側がちょっとはみ出てしまうので、まあねじれてるんであればねじれを修正するっていう感じ、もしくはまあちょっと削ってあげる、形に合わせて削ってあげるっていう方法でもありかとは思います。でここがちょっと反ってる分、でね、このバルクヘッドに関してはね、こっち側がね思いっきり肉抜きになってるんですよ。肉抜きになってて、まあドアとかを閉めてればそんなに見えない部分ではあるんですけど、これドア開けるともろ見えになる部分なんで、ここはねちょっとねこのままではいただけないなと思うので、修正をしてあげた方がいいかなと思います。だから開封の時に言ってたね、このパーツが、こういう形でルーフのパーツになるんですけど、これやっぱり合わせ目ね消した方が間違いなくいいと思うんで、合わせ目消そうと思ってるんですけど、これをねつける前にこのバルクヘッドの内側の加工っていうのを終わらせてからやった方がいいかなっていう感じだと思います。ね、でここにドアがはまるんですけど、ドアどっち向きだ、こうか、こう向きか、こう向きでこういうふうにドアがはまるという感じになります。ただまあ今ちょっとねヒンジがつけれないのでこれは置いといて、よいしょ。でここもきついな、なんかちょっと軽く削る。ここはね後で後々合わせ目消しをするので、そこそこでちょっと段ができるな、ちょっとパテ持ったりした方がいいかな。こういう感じで、フレームに、モノコックの、コックピットの部分ですね、コックピットの部分がくっつきました。でこの前後にこのフロントカウルとリアカウルがついていくんですけど、これがね前後ともこういう突起、フロントに関しては真ん中と左右に突起が出てて、それがそれぞれねはまるようになってて、それがはまることで、位置決めをするっていう感じなんですけど、結構そこのクリアランスがねかなりきついんですよ。なんでだいぶ先削ったんですけどまだこの調子じゃき
きつそう。ここから塗装していくんできつそうなので、まだだいぶ調整が必要なのと、ここをはめた状態でここの穴の位置が合わないとダメなんですけど、それも合わないので結構このリアカウルは調整が必要そうですね。ていうか全然合わへんな。これ合うのかこれ埋めちゃってカウルの各パネルの合いを調整してその位置に開け直すっていうのでもいいかもしれないですね。今こうやってパネルだいたい合わせて、これ今力技ですけどね、力技で合わせた状態でこう見てもこんだけずれてるんで、これを合わすと逆にパネルがずれちゃうっていう感じになるんで、逆に埋めちゃってこれ開け直すっていうのでもいいと思いますね。ちょっとその辺は考えよう。どっちにしろここが今めちゃくちゃきついんで、ここはね全体的に調整をしてあげる必要がありますね。こんな感じ。まあでもガバガバで全然合わへんっていうよりはまだきついぐらいの方がね、削れば調整できるんでなんとかなります。こんな感じで、フロントも、ここに、左右の位置と真ん中の位置を合わせてこうはめ込んであげるとこんな感じでくっつくんですけど、ここもねこのパネルの幅がここの部分とここの部分とで違う、要はここが今当たってるんですよねっていう形になってるんで、この辺もねちょっと調整が必要かなという感じになります。ただまあこれで、だいたいもう車としての形はできた感じですね。まあここまでサクサクこんだけできるっていうのはやっぱさすがタミヤさんっていう感じかなと思います。こんな感じね。でかいな、さすが12分の1だけあってこんな感じになってます。であとねちょっと説明書を見てて気になったのは、このフロントカウルの下側、ここね真正面から見たら結構見えるんですけど、ここはこの別パーツをここにはめ込む形になってるんですよ。で、ここに、ドライビングランプかな、フォグランプみたいなやつ、ドライビングランプを左右につけて、でここに、この金網をセットしたこのラジエーターの保護用のねこういうパーツ、これをセットした上で、ここに後からつけるっていう風な説明書の指示になってるんですけど、まあこうつけた状態でも後ろからランプとか入れれそうなんで、こんな感じだからね入れれそうだし、このラジエーターのフレームをねこうやって後ろからスポッと抜けるんで、ここは先につけてしまいます。つけた上で、ここの合わせ目を消して、で、このパーツがね真っ平らなんですよね。ここは真っ平らなんですけど、こう真正面から見るとここって丸みがあるんですよ。だからこれつけた状態で真正面から見ると急に下が真っ平らになってすごいブサイクになってしまうんで、おそらくここは綺麗な R になってるはずなんで、ここを接着した上で、上にパテを持って、ここの形状を修正するっていう感じでやろうと思います。はい、こんな感じなのでね、結構修正する箇所はいっぱいあるので、順番にやっていきましょう。